今回は UFC ライトヘビー級王者、37歳にして UFC 王者に輝いた苦労人ヤン・ブラホビッチの紹介をしたいと思います。ヤン・ブラホビッチです。 MMA 戦績27勝8敗、 UFC 戦績10勝5敗です。ポーランド出身の37歳です。ブラジリアン柔術黒帯、アマチュアムエタイ世界王者の経歴を持ち、 UFC 参戦前は地元ポーランドの MMA 大会 KSW を戦場に戦っており、プライド、ドリームにも出場していた。即時に判定勝ちし、 KSW ライトヘビー級王者にも輝いております。その後、王座を2度防衛を含む3連勝をして2014年に UFC と契約しております。UFC デビュー戦はイール・ラフティ相手に1ラウンド左ミドルからのパウンドで TKO 勝ちを収め UFC 白星デビューを飾るも、その後ジミー・マヌはコーリー・アンダーソンに連敗し UFC 最初の6試合を2勝4敗と当時はリリース間際の選手でした。しかし2017年10月に地元ポーランドでの大会でデビン・クラークを下してから波に乗り、そこから連勝を重ねランキング2位のチアゴ・サントスに TKO 負けしたものの、2019年7月に元 UFC ミドル級王者ルーク・ロックホールド相手にクリンチからの離れ際に左フックでダウンを奪い2ラウンド KO 勝ち。2019年11月に元ストライクフォースミドル級王者ホナウド・ジャカレーに判定勝ち。2020年2月にライトヘビー級ランキング5位のコーリー・アンダーソンとの再戦では右フックで1ラウンド KO 勝ちし、試合後ケージサイドに観戦に訪れていた UFC ライトヘビー級王者ジョン・ジョーンズに次はお前だと王座挑戦をアピールし、王座挑戦に十分値するところまで来ました。しかし2020年8月18日、ジョン・ジョーンズは UFC ライトヘビー級王座の返上を発表します。ジョン・ジョーンズは長期にわたり UFC ライトヘビー級を牛耳ってきました。ジョーンズは UFC 史上最多タイトルマッチ勝利記録14勝を持つなど、途中様々なトラブルで離脱した時もありましたが、常にパウンド・フォー・パウンドのトップに君臨しておりました。しかしジョーンズは SNS で UFC と俺のファイトマネーについて話したが交渉の余地はなかった。もし条件が変わったら今度はヘビー級に上げて戦いたいと思う。 UFC とはポジティブな会話をしている。次の試合に向けて体重増加に向けたプロセスが始まる。ヘビー級タイトルお前に会いに行くよ、勝つぜと投稿し UFC ライトヘビー級王座を返上しております。ジョーンズは2017年にブロック・レスナー、今年2020年にフランシス・ガヌーへの対戦要求をするなど巨額なお金が動くマネーファイトを希望しておりましたが、どちらも実現しておりませんでした。そのような経緯があり、ジョン・ジョーンズのタイトル返上を受けて当時3位のヤン・ブラホビッチはライトヘビー級1位のドミニク・レイエスと UFC ライトヘビー級王座決定戦のチャンスをつかみました。ブラホビッチは37歳にして UFC 初のタイトル挑戦になります。対するドミニク・レイエスは12勝1敗。前戦ではジョン・ジョーンズのタイトルに挑戦し判定で敗れたものの、ジョン・ジョーンズを最も苦しめ僅差の判定で敗れております。1ラウンドからブラホビッチが左ミドルをヒットさせ続け、2ラウンドに左フックでダウンを奪いパウンドで TKO 勝ちを収めました。ブラホビッチは UFC4 連勝でポーランド男子選手として初の UFC ライトヘビー級王者に輝きました。UFC に参戦した最初の6戦は2勝4敗で、当時は誰もがタイトル争いに絡んでくるとは思われていなかったはずですが、諦めずに這い上がり37歳で UFC 王者に輝いた苦労人ブラホビッチ、世界の多くの同世代に刺激を与えたのではないでしょうか。試合後ブラホビッチはまだ現実味がないね、夢じゃないことを願うよ、ポーランドを背負って今日は試合に挑んだ、浮き沈みを繰り返してここまで来ることができた、自分の技術を信じてここまで戦ってきて本当に良かったと思う。ジョン・ジョーンズどこにいるんだ、ポーランドでこうして待っているからな、また減量してライトヘビー級で戦えることを願っていると話しました。するとヘビー級に転向したはずのジョーンズはツイッターで、もし私が復帰してすぐにベルトを取り返したらイライラさせられるだろうとコメントしました。これに対して最近引退したばかりのダニエル・コーミエが ESPN の取材でコメントしております。非常にかっこ悪いことだね。ジョンは私はドミニク・レイエスを恐れていたが、レイエスに勝ったヤン・ブラホビッチとは戦いたいからライトヘビー級に復帰したいって言っているようなものだ。彼はベルトを返上してヘビー級で戦いたいと言った。今はもしかしたら復帰するかもだって。よくもそんな常識外れなことが言えるものだけど、ジョーンズならブラホビッチを倒すだろう。もし私がまだライトヘビー級で戦っていたとしてもヤン・ブラホビッチとおそらく戦うだろうね。だからジョーンズは彼と戦うつもりなんだよと話しました。それに対しヤン・ブラホビッチは、おい DC、 そんなに私のことが言いたいならソファーに座ってないでオクタゴンに来い、リスペクトを教えてやるよとツイートしました。 UFC ライトヘビー級は2011年からジョン・ジョーンズとダニエル・コーミンの2人が王者として牛耳ってきたこともあり、2人のライトヘビー級 OB が黙っておらず、2人が抜けた今でもライトヘビー級は相変わらず騒がしいです。
ブラホビッチの次の挑戦者について UFC 代表デイナ・ホワイトによると、11月に行われるチアゴ・サントス対グローバー・テイシェイラの勝者が挑戦者となる。ジョン・ジョーンズが挑戦を望むならそれを受け入れるつもりだと話しておりました。また試合が終わり、ポーランドに帰国したヤン・ブラホビッチは空港に到着すると、報道陣多くのファンがブラホビッチの帰国を待っており、空港でヤン・ブラホビッチコールを受け祝福を受けたそうです。またポーランドの首相に UFC 王者になったことでヤン・ブラホビッチを招待して祝福してもらったそうです。ブラホビッチは一夜にして完全にポーランドの英雄となったようです。今後日本人 UFC 王者が出た時は日本でも国全体で祝福し、国全体で話題となるように UFC は日本でも盛り上がってほしいです。以上です。 UFC ファイターズ間シリーズ2人目はヤン・ブラホビッチを紹介しました。今後も各階級の王者、トップランカーなど紹介していきたいと思っております。いいね、評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。